この作品たちは動画の中で紹介するだけのものではありません。僕は年に数回、実際の展示会やウェブ作品展を開き、作品をお迎えいただける機会を作っています。現在も期間限定のウェブ作品展を開催中です。今回特に気に入っている作品はこのみかん水晶のフクロウです。細やかな水晶が重なるタンジェリンクォーツを翼に見立てて石の形に合わせて造形しました。この他にも人形の頭の中で記憶や感情が水晶になっていく姿をイメージしたジオード、澄んだ青いグラスアイとアンティークレースを使った青岩の子猫、水晶を一角の牙に見立てた水晶の一角などを公開しています。僕の作品では鉱物をその生き物が持つ特徴や抱えてきた思いが時間をかけて結晶になったように見せたいと思っています。同じ形の石は2つとないので、石の形を見ながら粘土を造形し、色や表情も一つずつ変えています。今回のウェブ作品展でもありがたいことに多くの作品のお迎え先が決まりました。猫の紳士もそのうちの一つです。人形作品は展示会やウェブ作品展で販売するほか、制作できる数に限ってオーダーをお受けすることもあります。ただ、もう少し身近に楽しんでいただけるものとして、猫や鹿、カラスをモチーフにしたブローチも制作しています。グラスアイや天然石、純金箔を使い、着彩も一つずつ手作業で仕上げています。特に猫のブローチは販売のたびに早い段階でお迎え先が決まることが多くなりました。量産はできませんが、これからも少しずつ作っていきますので、気になる作品と出会えた時にご縁を感じていただけたら嬉しいです。初めて僕の作品を手に取る方には、作品集や銅版画、アートフレームもおすすめです。作品集ドールメーカーズグリモワールには、これまで制作してきた少女人形、幻獣、獣人、妖精、鉱物を宿したオブジェなど、主な作品を76ページにまとめています。作品写真だけでなく、作品作りに込めている思いや造形に対する考えも少し綴っています。立体作品とはまた違う形で暮らしの中に作品を飾っていただけます。一点物作品の販売状況はその都度変わっていきます。ウェブ作品展の開催中はこの動画の下に表示される商品欄、または概要欄から現在ご覧いただける作品を確認できます。実際の展示会やウェブ作品展はこれからも不定期で開催していきますが、その際は SNS でまたお知らせいたします。作品たちは一度にたくさん作ることはできませんが、その時々に生まれてくる作品を一つずつお届けしていきたいと思っています。画面を通じてご覧いただいていた作品をいつか実際にお手元で楽しんでいただけたら嬉しく思います。